はーい、ご主人様、ワンタマ男の子 VTuber の犬山玉木です。そして男の子 VTuber の熊谷拓馬です。熊谷ちゃん。はーい、みんな元気？まあ元気だと思いますけどはい、皆さんお待たせいたしました。熊田街ブラ動画のお時間です。はーい。熊谷くん、はい。実はこれ撮影したのが8月とかで結構前なんですよ。もうマジで3分の1年前そうだね。まあなんで遅くなったのか熊谷くん分かりますか？いや、それはあんま分かんないです。分かんないの。は実はですね、あ、僕は先日まではちゃんとメンヘラを起こしておりまして、あ、やる気が全く何もなく、ずっと熊谷くんの前でもうやだ引退するってずっと言ってたんですけど引退しなかったんで動画撮ってます。引退しなかったんですね。残念ながらしなかったです。なるほどね。はい、引退するって泣き叫んでたんですけど、まあしたかったらしたらっていう冷たい言葉を浴びさせられまして言いました、そんなこと。まあ辛いんだったらね、本当に辛いんだったらやめてもいいんじゃないかな、優しくね、いいんじゃないかな、そんな冷たくね、引退すればいいじゃんとは言われたわけではないんですけど、さすがにね、語弊がね。はい。今回はですね、すでに見る人が見たら分かってしまうのですが、なんと原宿竹下通りにいます。全然記憶ねえわ、ここ。すっごい暑かった日なんですよ、熊谷くん。すごく暑くて、熊谷くんがコンビニにタオルとか冷え冷えグッズとか買いに行ってくれたんですよ、この日。そうだ、ありましたよね。あった。今回はなぜこんな混雑しているね若者の街にいるかと言いますとなぜみんなはここに集うのかを一人一人インタビューして聞きたいわ。若い子はみんなここに来たがるからね。なるほどね。僕はこの日ですね、お目当てのものがあったんですよ、熊谷くん。熊谷くんはこの日はね、すっごい死んだ目をずっとしてたんですけども、僕には目的がないんだったらそうなりますね。ないですね。じゃあ僕の目的は一体何なのか、それでは早速張り切って行ってみましょう。ゴーゴー。さてやる気のない熊谷拓馬を引き連れて犬山玉木がやってきた先はですね、多分過去一やる気ない、この日。多分すごかった。本当にやる気なかった。本当にやる気なかった、マジで。ちゃんと機嫌悪かったよね。暑いし、俺目的なんもないしっていう多分時だったんだよね。原宿竹下通りで僕の大好きなちいかわのコラボクレープが販売しておりまして、そちらをゲットしに参りました。マジで興味ない、ほんまに。もうめちゃくちゃ人並んでたよね。すごいよね、これ。よくこれ普段から並んでんのか、ちいかわなくて。マリオンクレープ自体はすごく有名なクレープ屋さんなので、原宿竹下通りといえば、ここのクレープ食べたいよねみたいなとこはありますかね。それでも人めっちゃ並んでたから、きつかったわ。もう並んでる人みんなちいかわを頼んでいたんですけども、熊谷くんは覚えているでしょうか？熊谷くんはですね、ずーっと他の商品、このちいかわのコラボじゃない商品を見ながら、コラボクレープじゃないものが食べたいってずっと言ってましたね。はい、飲んだりですね、本当にね。だってこれこのために行ったんですもんね、犬山さんは。そうだよ。チョコミントブラウニーとか左下やつ超うまそう。美味しそうだね。めっちゃ良さそうなのいっぱいあるんですよね。食べてえわってやつ。僕はですね、ちいかわのうさぎが推しなので、うさぎのクレープを注文いたしました。かわいいうさぎ。ちいかわどうしようって。僕が撮ってるのに意地悪してる。熊谷くん意地悪して僕のね、うさぎのクレープを振り回してね、興味なさすぎてやめてって僕がずっと言ってたんですけどこれ味めちゃめちゃ美味しかった。味は美味しかったです。そりゃ有名クレープ店ですからね。そうですよ。ただ熊谷くん、この時君が言った一言覚えてますか？俺何も覚えてない、この時も。マシュマロにうさぎが印刷してあるだけなんだから他のクレープ食べた方が絶対美味しいよ言いそう。最悪。言いそう。ちゃんと最悪、お前。本当に最悪。じゃあ俺ね、良さっていうか、だってプリントされてるだけで黙れよ本当に。はい、さすがマリオンクレープさんも最高にね、味も美味しくて、味はめちゃめちゃ美味しかったですよ。コラボ商品としてクオリティめちゃくちゃ高かったです。マリオンクレープさん美味しかったです。ありがとうございます。熊谷くん、先ほどのちいかわクレープは伏線だったんですよ。ちいかわクレープを買うとですね、レシートが当然もらえるんですが、そのレシートを竹下通りから少し歩きまして、表参道にあるちいかわランドに持っていくと、クリアファイルがもらえるんですよ。ほんま興味ない。欲しいということで僕たちは表参道にあるちいかわランドにやってまいりました。かわいい。ここなのかみたいな顔しとるわ俺も。いいですね、キディランドですね。初めてではありますね、ここ。いいですね。
さあ熊谷くんいやいや言いつつも顔パネルに顔をはめて遊んでおります楽しそうですね。捉えられた星のこれはね原作読んでる方おなじみの星のキャラクターなんですけども、さあちいかわランド初めて僕もね、足を運んだんですが店内がめちゃくちゃ可愛いんですよ。すげえ。ちいかわがねクレープ一生懸命作ってるね。ほんと食べてますね。食べてるね。うさぎはドヤ顔でクレープ見せつけてますね。はい、まあこれまたねクレープもすごく並んだんですが、ちいかわランドもめちゃくちゃ混んでましたね。これなんか作りましたっけ？これはですね僕作りたかったんですけど、熊谷くんにこれ作りたいって言ったらこんな混んでるとこでやめてくれって言われましたね。そうだっけ？はい、ちゃんと暴言言われました熊谷くんはなぜかね奥の方にふなっしーのコーナーがありまして、ありましたね。そちらのふなっしーのコーナーになぜかずっといましたね。なんかねスロットを回すねルーレット占いみたいな、そう占いみたいなルーレットがあったんで、そのボタンずっと押してました僕はその間ねうさぎのグッズをねカゴに入れまくって俺はふなっしーと仲良くなってましたその間はい、戦利品もねこんな感じででも今見るとこんだけなんか売れ残ってるというかちゃんと買えるの珍しくないですか？熊谷くんでもいい質問です熊谷くん。ですよね。これ僕の妹榎宮みるくちゃんはちいかわ教なんですけども、聞いたところ僕がこのちいかわランドに行った時にやっとちいかわのその通常のグッズの在庫がなんか潤ってきた時期だったらしくて、もうちょっと前に行くと何もなかったらしいです。何もなかった。もう買い尽くされてて何も買えない状態だったらしいんですよ。へえ。だから僕はもううさぎのグッズねたくさん買わせてもらったんですけど、運が良かったらしいです。若干後悔してるんじゃないですか。もうちょっと買っときゃよかったっていう。それは思った。でまだこれハマりたての時だったからまあそんなグッズ買うほどかなっていう思ってたんだけど、俺この写真見るとまだ浅いなっていうかなんかそうだね、なんかこうキャラクターちょっと可愛いから買おっかなぐらいのラインナップではあるんですけど、今の犬山さん見るともうね島村とかさ郵便局のもう前から連打みたいなコシってその姿見てるから、昼12時から島村が始まるからみたいなね。まだちょっと前はまだ犬山さんもまだこんぐらいで済んだんだっていうなんか懐かしい可愛いちいおじだった時ですね。懐かしい気持ちになるわな。最近はね僕は毎日ちいかわのトレーナーを着てちいかわの靴下を履いてちいかわのカバンを持ってくまくまといつもご飯に行ってます。やめてほしいでしょ。なんで？若干やめてほしさはもちろん。ちいかわはいいだろう、みんな好きだから。新宿とか渋谷とかの時にやめていただければいいかな。田舎だけ、田舎だけだよね。わかりました。せっかく表参道来ましたので僕はもう一個行きたいところがあったんですよ。さあハイブランドのお店が並ぶ道を歩いておりますが、ここ全部すごかったですねブランドね。ルイ・ヴィトンとかね、僕がブランドにわかなんですけど、それでも知ってるようなお店ばっかのやっぱ超有名店ですね。そうなんですよ。さあ向かう先はバーバリーでございます。おー、有名ブランド。有名ですよ。さあバーバリーが今回ですね、ブルーピリオドとコラボをしていたんです。これは犬山さんのボスのお知り合いの方のにわかだな。大丈夫かお前。漫画でございますね。ブルーピリオド読んだことありますか？そもそも。ブルーピリオドありますよ実は。ありがとうございます。ちなみになんでお前がありがとうなんです。はい、ちょっとねブルーピリオドといえば、僕たちのママ漫画家佃井のりょう先生と仲良しの山口翼先生の作品でございます。そんなマウントがなくていいですよ。強調しなくて大丈夫です。翼の作品なんですよ。翼とかじゃないから先生ですからね。いやもう翼すごいハイブランドとコラボですよ。先生だっつう。いやもううちの翼こんな大きくなっちゃって嬉しいです僕も。いやでもこれやっぱすごいよ。本当にすごかった。いやハイブランドのお店をここまでジャックできるのかっていう店内が全部ブルーピリオド仕様になってて、稲山さんちょっとテンパってましたもんね。撮っていいのかなでわってちいかわになってたんですけどずーっとなってる。熊谷くんが店員さんのところに行って撮ってもよろしいのでしょうかっていうふうに聞いてくれて、それはぜひ撮ってくださいって、なんか撮って拡散してくださいって言ってくれたので、だいぶ遅れた拡散ですけど、そう今こうやってね一応バックとかもちゃんと出てるので、そうですね。はい、皆さんぜひねバーバリーチェックしていただきたいんですが、上の階に行きますと下は普通にショップなのですが、上の階に展示場がありまして、翼先生のサインもあったりとか、壁一面にブルーピリオドの漫画が飾られてましたね。すげえな、ほんとにすごかったよねこれ本当に。壁一面漫画だったのマジですごい。なかなかないよね。いやこれね原画展みたいな感じで金かかるよ壁作んのこれ。だと思う印刷費とか考えちゃうよね。めっちゃ考える。でこれね翼先生に後でこのコラボについてちょっと聞いたんですよ。すごい嬉しくて、すごいねみたいな話をしたら、なんか今回これ漫画の小冊子みたいなのが配られていて、で僕たちもいただいたんですけども、なんかその小冊子の漫画が16ページぐらいなのかなあって、それを描くのと、あとイラストが数枚、カラーイラストが数点描くみたいな感じの内容だったらしいんですけど、も
も本当にそのちょっとスケジュール的に大変な中に書いたらしくて、まあ忙しい、確かなんかアニメとかの時でしたもんね。そうそうそう、確かタイミング的に合致してたので、すごい忙しかったんだけど、でもなんか僕がすごい喜んでたから、なんか翼先生が、あ、そっか、そんなに喜んでくれる人がいるんだったらなんか無理して書いてよかったなみたいな、大変だったけどよかったなって言ってくれてました。救いになったんですね。あ、よかったです。翼先生がなんかそんなに喜ぶみたいなぐらいちょっと引いてましたけどあ、なるほどね。はい、皆さんぜひね、ブルーピリオド読んでください。あ、そっち、はい、あ、バーバリーも買ってください熊谷くん見てください。はい、なんかありますよ。これはエヴァンゲリオンのレジンジ似てないちゃんと似てないよ俺モノマネ誰もできないんで。すごい似てない、はい、なんと渋谷ヒカリエでエヴァ大博覧会がやっておりましたので見てまいりました。すごいですね。いろんな歴史のあるグッズがね飾られてるっていう展示会だったんですけども、僕がちょっとこれ見たくて熊谷くんになんかグッズならよくないとかいう失礼なこと言われたんですけど僕はグッズ見たいねんっていう話をしてねまあ僕もでもまあエヴァは好きなんで、はい、行ったら行ったですごいいろんなところにね駆け寄ってこれすごいとか言ってましたよね。まあこちらも写真撮影 OK でしたのでいろいろ撮ってまいりました。すごいですね。いろいろ歴代のグッズが全部軒並みね網羅されてて、このまあ10年20年とかの間に出たグッズすべてが展示されてるっていう展示会だったんですけど、かっけー。混んでましたよね結構。あ、いましたね、人すごく。そう、かっこいいグッズとかね、可愛いフィギュアとか、それこそ熊谷くんが家で持ってるラジオエヴァっていうシリーズのフィギュアとか置いてありましたね。はい、ありましたね。くまモンだ。あ、そう、くまモンなんかね、熊谷くんお土産なんか買いたいねって話をしてくまモンの T シャツ買ってたよね。俺くまモンの T シャツと、あとくまモンのクリアファイル買って結局エヴァ店なのにくまモン買って帰るっていう謎の何を買いに来てるのかわからないんだよな、俺くまモンを買って帰りました。で今回ねエヴァパチも置いてあったんですけど、台が実際どんな感じで動くのかっていうのも見れるやつだったんですよ。はい、キュインキュイン動いてたんですけど、エヴァパチありますよ犬山さんって熊谷くんに言われて、僕近寄ってって見てたんですけど、僕がなんか食い入るように見てて、行くよもう行くよもう行くよって言って怒られました。パチンコ書き下ろしの演出などありますかね見たことない演出が。あと僕台を初めて見たのでキュインキュインって動いててすごい光るからすごいと思ってずっと釘付けで見てましたねこれがきっとパチンカスになっていくんでしょうね。そうですね、立派なパチンカスになっていければと思いますけどね、犬山さんは。ということで今回は原宿、表参道、渋谷でオタク観光をしてまいりました。エヴァ以外は本当に僕の趣味に付き合ってもらった回だったんですが、熊谷くんありがとうございました。いや過去一やる気なかったんじゃないかな最悪や。本当にエヴァの時はすごい楽しんでた。エヴァの時は、エヴァは知ってるからね。ちいかわは知らないんだ。知っていこうこれから。いや俺、一緒に知っていこう、一緒にトレーナー着よう。いや俺一応漫画一通り読んだんですけどね。読んだんだ。一通り読んだ後にハマってないんで多分ダメだと思います。向いてないよちいかわ。そうですよ、向いてないんです。次回はですね、何やら熊谷くんが急に YouTuber 魂を燃やし始めまして、とあるものに挑戦したいと言っていたことに挑戦しに行く回なんですよね。例のね、例のあれなんですけど、ちょっとね一波乱も二波乱もありましたので、いろいろあった。いろいろありました。やっぱね、夏はダメだ、暑い。ちょっとそのあたりも皆さんね、どこに行くのかぜひご期待ください。それでは次回お楽しみに。感想や言ってほしいところをコメントで教えてね。またねー。赤ちゃん